50歳を超えたら人生観を根本から変えろ。まだ他人の目を気にしているなら、それは人生の前半に取り残されている証拠だ。年齢を重ねた者だけに許される本当の自由がある。過去の成功も失敗も、今のあなたにはもう不要だ。これからの人生をごまかさずに生きるために、考え方そのものを捨てろ。人生を再設計する覚悟があるか。答えがイエスなら、読み進めろ。過去を脱ぎ捨てなければ、未来は始まらない。50歳を超えた瞬間、人生のルールは音もなく変わる。これまで通用していた成功の法則が効かなくなる。若さで押し切っていた場面が通用しなくなる。しかし多くの人は、その変化に気づかないまま、前半の価値観を引きずり続ける。だから苦しくなる。だから虚しくなる。自分ではどうしようもない感情に押しつぶされそうになりながら、それを年齢や社会のせいにする。だが真実は違う。苦しみの原因は外にはない。すでに終わった人生の前半を、未練がましく背負い続けているうちにある。あの頃の肩書き、あの時の輝き、あの場で得た名声、評価、誇り、それらは確かにあなたを形作ったが、今はもう鎧でしかない。重くて硬いその鎧が、変化を拒み、未来を閉ざしている。人生の後半に求められるのは、過去の肯定ではなく、過去の超越だ。何を得たかではなく、何を手放せるか。何を持っているかではなく、何がなくても生きられるか。本当に大切なものは、大抵手ぶらで見つかる。そして、あなたが今感じている生きづらさの正体は、手放すべきものを抱えたまま立ち止まっている自分自身にある。これまでの人生では、努力が正義だった。限界を超えることに意味があった。だが50を過ぎた今、それは幻想に変わる。体力も、集中力も、社会のスピードも、自分の限界を超えてはくれない。だからこそ、新しい生き方を設計する必要がある。無理をせず、だが妥協もせず、余分なものを削ぎ落として、今の自分にちょうどいい人生をデザインし直す。そのためには、まず、今まで信じてきた常識と向き合わなければならない。誰かに好かれるために振る舞うことは、若い頃には有効だった。だが、50を超えたあなたには、もはや不要だ。なぜなら、自分を偽って得られる人間関係はいつか必ず崩れるから。本当の自分でいなければ、どんな関係も持続しない。そして、どんなに築いてきたつながりでも、それが自分をすり減らすものであれば、迷わず切り捨てる勇気が必要だ。50歳を超えるということは、残り時間が明確に有限だと知ることだ。その自覚がある者だけが、人生の後半を豊かに生きられる。時間はもう無限ではない。だからこそ、優先順位が全てを決める。何を選ぶか、誰といるか、どんな気持ちで朝を迎えるか。あなたの毎日は、もう誰のものでもない。自分のものだ。それに気づいたとき、ようやく人生の後半は始まる。この章は、始まりに過ぎない。だがこの始まりを誤れば、全てが空転する。だから問う。あなたは本当に、過去を脱ぎ捨てる覚悟があるか。人生の残り時間を真に自分のものとして生きる覚悟があるか。その答えをこの章の最後に明確にしろ。そうでなければこれ以上読み進める必要はない。執着を手放すことで自由が始まる。あなたが今何に最も時間とエネルギーを奪われているかを問えば答えは一つに集約される。それは執着だ。過去の成功に執着する者は今を正しく見る目を失う。過去の失敗に執着する者は未来に一歩踏み出す足を失う。どちらにしがみついても、あなたの視界は曇り、判断は鈍り、人生は止まる。人は過去に意味を求めたがる。だがその意味が重荷になるとき、それはもはや人生の燃料ではない。成功も失敗も、称賛も批判も、すでに終わった過去の一部だ。それを何度も思い返して心を波立たせるのは、今の自分を直視するのが怖いからに他ならない。今のあなたに必要なのは、勝ち続けることでも、過去を修復することでもない。ただ、手放すことだ。名誉を手放せ。他人の評価を手放せ。積み重ねた肩書きも、無理して保っている自分像も、すべて今のあなたにとっての足かせでしかない。手放すことは敗北ではない。むしろそれは、人生の再構築に不可欠な解体作業だ。何かを壊さずして、新しいものは作れない。これは自然の摂理だ。人生も同じだ。ショーペンハウアーは言った。人間の不幸の多くは、自分が何者であるかではなく、他人からどう見られるかに心を奪われていることから生まれる。この言葉が突き刺さるなら、あなたはまだ他人の視線の中で生きている証だ。誰かにとって良い人であろうとするほど、本当の自分から遠ざかる。そして、その距離の分だけ、あなたは疲弊していく。人生の前半は積み上げの時期だった。だが後半は削ぎ落としの時期だ。何を足すかではなく、何を削るか。持っているものの多さではなく、持たなくてもいいものの見極めこそが問われる。心に残った不要な執着は、心の呼吸を浅くする。もう一度、深く息を吸えるようになるためには、
その執着を根こそぎ取り除く必要がある。あなたがずっと心のどこかで守り続けてきたものは、今、本当に必要なものか。その肩書きは、その交友関係は、そのこだわりは、問い直せ。それを持ち続けることで、あなたの人生は軽くなっているか、それとも重くなっているか。多くの人は何かを手放したら失うと思っている。だが実際には、手放して初めて得られるものの方がはるかに多い。身軽になることは、空っぽになることではない。身軽になって初めて、あなたは自由に動ける、選べる、再び夢を描ける。人生の後半に必要なのは、この再構築の余白だ。自由とは、何も持たない状態のことではない。不要なものを持たない状態のことだ。執着を捨てるという行為は、自分の人生にとって本当に必要なものだけを残す作業に他ならない。そして、それはあなた自身を取り戻すプロセスでもある。他人の評価は変わる。時代も変わる。環境も、体力も、思考も変わる。だが、変わってはならないものがある。それは今この瞬間を自分の意志で選び取る姿勢だ。執着を捨てた瞬間に現れるのが、この姿勢だ。何かを手放すことで、自分を取り戻す。それが50歳を超えたあなたに課された、最初の課題である。孤独を愛することで人生は深くなる。人間は本来、孤独な存在だ。生まれる時も死ぬ時も、誰かと一緒ではない。そのことに気づかないふりをして、群れに混じり、誰かとつながり続けようとする。だが、その努力のほとんどは、心の空白を埋めるための無意識の逃避に過ぎない。孤独が怖いから、誰かといる。静けさに耐えられないから、音を流す。本当は、自分の中に何もないことに気づきたくないだけだ。寂しさと孤独は似て非なるものだ。寂しさとは、欠乏感から来る苦しみだ。だが、孤独とは、満たされているからこそ一人でいられるという強さの証明だ。誰かがいなければ満たされないというのは、精神的な依存だ。一方で、誰かがいなくても平気でいられる人間は、すでに自分の中に軸を持っている。孤独は決して恐れるものではない。むしろ、孤独と向き合うことができる者だけが、真の自由に手を伸ばせる。他者に依存せず、自分自身との対話の中で答えを探す。これこそが人生の後半に必要な習慣だ。人付き合いを立てという話ではない。ただ、他者との関係を補填ではなく共鳴に変えることだ。誰かといなければ自分を保てない関係は、やがて自分を壊す。それに気づいたものから、孤独の価値を学び始める。孤独の時間は、人生の純度を高める時間だ。外の世界から遮断されたその空間にこそ、自分の本当の声が響き渡る。読書をし、静かに考え、自然と触れ合い、自分の感情と丁寧に向き合う。誰にも気を使わず、誰にも合わせず、ただありのままの自分でいられる。その時、ようやく人は自分を信じられるようになる。孤独に耐えられない人間は、自分自身に耐えられないのだとショーペンハウアーは語った。まさにその通りだ。常に誰かと一緒にいなければ落ち着かない人間は、他人によって自分を定義している。他人の言葉、評価、反応に振り回される人生。その生き方を続けていれば、いつか必ず破綻する。なぜなら、他人は変わる。他人の気分や価値観はあなたのコントロール下にはない。そこに軸を置くこと自体が間違いなのだ。孤独を愛せる人間は、誰かといても自分を失わない。逆に、孤独を恐れる人間は、群れの中でも常に不安を抱え続ける。本当に強い人間は、群れることを前提としない。一人でいることに誇りを持ち、一人でいる時間を人生の核として扱う。その静かな時間の中で、思考は深まり、想像力は羽ばたき、精神は研ぎ澄まされていく。現代は情報過多の時代だ。常に何かが通知され、何かが流れてくる。その流れに飲み込まれたままでは、自分の思考は形成されない。だからこそ、意識的に孤独を作る必要がある。スマートフォンを置き、本を開き、何も喋らずただ黙って座ってみる。その時間にしか得られない発見がある。それはあなたの人生にとって、最も価値のある時間になる。孤独とは、自分自身と本気で向き合うための時間だ。そこには言い訳も、取り繕いも、演技もいらない。誰かにどう見られているかを気にする必要もない。ただ、自分が何を感じ、何を望み、何を恐れているのかを、ありのままに見つめるだけ。この習慣を持つことが、内面的な成熟への第一歩となる。孤独を恐れる者は、社会の奴隷になる。孤独を愛する者は、人生の主人になる。この違いが、人生の質を決定づける。群れることで安心を得ようとするのではなく、一人でいることで自由を得る。孤独を避けるのではなく、孤独を味方につけろ。それができたとき、あなたの人生は静かに、しかし確実に、豊かになっていく。執着を手放せば、心は自由になる。人は何かを持った瞬間、それを失うことへの恐怖を抱くようになる。名誉、地位、財産、評価、人間関係。若い頃はそれらを手に入れることに全力を注ぎ、大人になってからは、
それらを守ることに人生を費やす。だが、守ろうとすればするほど、心は不自由になっていく。そして年齢を重ねれば重ねるほど、その執着は苦しみへと変わっていく。人生の前半は獲得の時期だ。競争の中で成果を上げ、他者と比較し、評価されることで自己を確認する。だが、人生の後半では、それらの価値が大きく反転する。むしろ、手放すことが幸福の鍵となる。得ることに夢中だった自分を振り返り、問い直す時期がやってくる。本当にそれが必要だったのか。本当にそれに価値があったのか。多くの人がしがみついているものの正体は過去の自分だ。過去の栄光、若さ、力、肩書き、それらはすでに終わった時間に属する幻に過ぎない。それにしがみついて生きることは、亡霊を抱えて歩くようなものだ。そしてその執着は、やがて自分の精神を削り、心を疲弊させる。若い頃の自分と同じように振る舞おうとすることほど、みっともないことはない。無理をすれば、必ず歪みが生まれる。それは自分にも、周囲にも悪影響を及ぼす。今ある苦しみの多くは、こうあるべき、こうでなければならないという思い込みから来ている。その思い込みこそが、執着の正体だ。過去に成功した方法やスタイルにこだわり、変化を拒絶することで、人は自らの可能性を閉ざしていく。変化を受け入れること、そして手放すこと。これこそが人生の後半に必要な知恵だ。ショーペンハウアーは人間の不幸の多くは、自分が何者であるかよりも、他人からどう見られているかに心を奪われることから生じると語った。この言葉の意味は重い。他人の評価に執着し、自分の真の欲求を見失う。それはまさに、不自由な生き方そのものだ。自分を他人の目で測る生き方に終止符を打たなければならない。手放すことは敗北ではない。むしろ成熟の証だ。持ち物、肩書き、人間関係、価値観、信念ですら、状況によっては手放していい。それができる人間だけが、本当に自由な人生を歩める。すべてを握りしめたままでは、前に進めない。両手が塞がっていれば、新しい何かをつかむことはできないのだから。不要なものを手放せば、本当に必要なものが見えてくる。本当に必要なものは、実はそれほど多くはない。過剰な人間関係、役に立たない過去の経験、プライド、虚栄心、すべてが心の荷物だ。それを抱えて生きることに、一体何の意味があるだろうか。重い荷物を下ろしたとき、人は初めて深く息を吸うことができる。心に余白が生まれ、視界が開け、自由が広がっていく。執着を捨てるということは、選び直すということでもある。今の自分にとって本当に価値のあるものを見極め、他を手放す勇気を持つこと。それは、人生を再構築することに他ならない。過去に築いたものがどれほど立派でも、今の自分にとって不要であれば潔く手放すべきだ。何を選び、何を切り捨てるか。その選択こそが、人生の後半の豊かさを決定づける。人間関係においても同じだ。すべての関係を維持し続ける必要はない。あなたのエネルギーを奪う人間、心を疲れさせる人間とは、距離を置くべきだ。長く付き合ったから、血縁だから、昔は助けてくれたから、そういった理由で関係を続ける必要はない。大切なのは今のあなたを尊重してくれるかどうか、それだけだ。人生の後半とは、足すことではなく、削ぎ落とすことだ。無駄を省き、価値を磨く。過剰なものを削り、内面の核だけを研ぎ澄ます。その工程の中で、人はようやく自分の本質にたどり着く。多くを手放したその先にこそ、心の平穏と自由が待っている。それが、真に豊かな生き方というものだ。孤独を受け入れる者だけが、人と深くつながれる。年齢を重ねるにつれ、孤独という感覚は静かに、しかし確実に人生に入り込んでくる。家族との距離、友人との別れ、子供の自立、そして仕事の引退。自分を取り巻いていた喧騒が、ある日ふと静まり返る。かつては疎ましく思っていた人間関係さえ、遠ざかるとどこか物足りなくなる。そしてその隙間に、冷たく広がるのが孤独だ。だが、孤独は本当に悪いものだろうか。孤独を恐れるのは、孤独の意味を取り違えているからだ。誰かと一緒にいない状態を、寂しさや欠乏と同一視してしまうからだ。だが実際は、孤独とは欠けた状態ではない。むしろ、自己との対話が可能な状態。外の声ではなく、自分の内側の声に耳を傾ける時間こそが、孤独なのだ。誰かと深くつながるためには、まず自分自身と深くつながらなければならない。自分という存在が不透明なまま、他者と関係を築いても、それは上辺のつながりに過ぎない。孤独に耐え、自分と向き合い、自分という存在の内容を知る。そのプロセスを経た人だけが、他者と本物の関係を築くことができる。多くの人は孤独を埋めるために、他者を必要とする。だがそれは、相手を愛しているのではなく、自分の不安を押し付けているだけだ。誰かがいないと耐えられない。一人でいると価値がないように思える。そのような状態では、どれほど人に囲まれても、
心の奥には虚しさが残る。それはつながっているようで、実際には誰ともつながっていない。逆に、自分という存在を受け入れ、孤独を恐れない人は、他者に依存しない。依存せず、期待しすぎず、執着しないからこそ、その関係は自由で温かい。無理に相手を変えようとせず、自分を大きく見せる必要もない。そうした関係性は、年を重ねるごとに、深く穏やかなものへと育っていく。ショーペンハウアーは、孤独を魂の強さの証明とみなしていた。群れから離れ、静寂の中に身を置くことで、真理に触れられると考えた。にぎわいは感覚を鈍らせ、沈黙だけが思考を研ぎ澄ます。孤独とは、自分の中の知性と精神を磨くための環境であり、選ばれた者の特権でもある。年を重ねれば、必然的に一人の時間が増えていく。それを悲しむ必要はない。むしろ、その時間にこそ意味がある。若い頃には持ち得なかった感性、静けさの中で生まれる洞察、一つの言葉の重み、それらは、孤独の中でしか育たない。真に価値のある言葉は、静けさの中から生まれる。深くしみる人間関係も、沈黙を分かち合える相手との中にしか存在しない。言葉が多いこと、交流が多いこと、それが豊かさの証とは限らない。むしろ、本当に心が通っている関係は、言葉が少なくても成立する。孤独を恐れる者は、常に他者の反応を気にし、自分を消耗させていく。孤独を受け入れる者は、必要のない関係を手放し、本当に必要なものだけを残す。その取捨選択の中で、人間関係の質は劇的に変わっていく。あなたが心から信頼できる人は、人生の中でそう多くはない。そして、それで十分だ。むしろ、それだけでいい。数ではなく、深さが大切だからだ。人生の後半では、人間関係の広がりではなく深まりが求められる。浅く広く付き合うのではなく、深く静かにつながること。そのためには、まず自分と深くつながらなければならない。自分という存在の痛みや弱さ、矛盾や希望と正面から向き合う。その時間を避けていては、誰かと真に響き合うことなどできない。孤独は敵ではない。孤独こそが、自分を磨き、人とつながるための準備の時間なのだ。それを受け入れられたとき、人は初めて自由に、そして温かく他者と向き合うことができる。その境地に至った人だけが、人生の後半において、本物のつながりを手に入れることができる。過去を許せない者は、未来を手にできない。人は年を重ねるごとに、過去を抱えて生きるようになる。若い頃は未来ばかりを見つめていた。だが年齢を重ねるにつれて、人生の後ろ姿が目に焼き付いてくる。後悔、傷、挫折、未練、胸の奥に沈殿したそれらは、時に現在の判断さえ曇らせる。忘れようとしても、ふとした瞬間によみがえる。まるで何かを問いかけるかのように。だが、どれほど悔やんでも、過去は変えられない。変えられるのは、それにどう意味を与えるかだけだ。そしてその意味付けが、これからの人生を決める。過去の出来事に縛られ、自分の価値を過去の失敗で測るなら、未来はいつまでも過去の延長線でしかない。だが、過去に意味を与え直せば、そこから未来を作り直すことができる。誰かに傷つけられた記憶、選ばれなかった経験、やり直せなかった選択、それらをなかったことにしろとは言わない。忘れろとも言わない。だが、その痛みが今の自分を支えていることに気づいてほしい。あの時の挫折がなければ、今の優しさは生まれなかったかもしれない。あの苦しみがなければ、他人の痛みに寄り添う力は持てなかったかもしれない。ショーペンハウアーは、苦しみを人生の本質とみなした。その視点に立てば、過去の苦しみは避けるべき不運ではなく、人生を深く理解するための装置だったとも言える。苦しみこそが、知性を育て、感性を耕す。人間の奥行きは、喜びではなく苦しみによって形作られる。許せない過去を抱えたままでは、目の前の幸せを素直に受け取れない。自分は愛される資格がない。自分には幸せになる権利がない。そんな風に無意識に思ってしまう。だからこそ、過去を許す必要がある。それは他人のためではなく、自分のためだ。過去を許すことは、過去の自分を抱きしめることでもある。あの時の自分は、あれが限界だった。その中で精一杯、生きようとしていた。その事実だけで十分ではないか。許すとは、忘れることではなく、受け入れること、消すのではなく、抱えていくこと。それができたとき、人は初めて前を向ける。過去を自分の一部として認めたとき、それはもはや足かせではなく、土台になる。それまで自分を苦しめていた記憶が、いつしか力に変わる瞬間が来る。その変化は劇的ではない。ある日突然ではなく、じわじわと内側から広がっていく。人間の成長は、傷を癒すことではなく、傷と共に生きることにある。完全に癒えない傷があることを認め、その上で前を向く。その姿勢が、人間の深さと優しさを生む。完全ではない自分を受け入れることが、成熟ということなのだ。他者を許すこともまた、
自分を解放することになる。怒りや恨みを抱え続けることは、自分の中に毒を抱き続けることと同じだ。相手を裁くことで、自分が正しいと証明したい欲求は、やがて自分をも傷つける。許しとは、自分の内側に余白を作ること。怒りの火を消し、静けさを取り戻すための選択だ。年齢を重ねたからこそ、許す力を持てるようになる。人生の半ばでは見えなかった景色が、今の自分には見える。あの時の出来事が、誰かの未熟さから生まれたものだったと気づける。そしてその未熟さは、自分の中にも存在していたと受け止められる。そこに初めて、共感が生まれる。その共感が、人を許し、そして癒す。自分の過去を許す者だけが、自由に未来を描くことができる。過去に縛られない人間だけが、新しい物語を綴ることができる。それは何か特別な才能でも、劇的な出来事でもない。ただ一つ、過去の自分に向けてもう大丈夫だと言ってあげること。そのたった一言が、人生を変えていく。それができたとき、あなたは初めて、本当の意味で前に進める。人生を引き受ける覚悟が、すべてを変える。多くの人が、心のどこかで思っている。本当の自分は、こんなはずじゃなかった。今の人生は、仮のもの、どこかでやり直せるはずだと。だから不満を抱えても、どこかで他人のせいにする。環境が悪かった。親の育て方が悪かった。社会が自分を理解してくれなかった。そう言いたくなる気持ちは、わかる。だが、そこからは何も始まらない。自分の人生を誰かのせいにしている限り、自分の手で人生を変えることはできない。逆に言えば、自分の人生を自分で引き受けた瞬間から、人生は静かに、しかし確実に動き出す。それはこれが自分の人生だと覚悟を決めることだ。良いことも、悪いことも、全部ひっくるめて自分の人生、誰かのせいにすることで保っていた心の均衡を、自分の力で支え直すこと。それは簡単ではないが、唯一、本物の自由をもたらす道でもある。ショーペンハウアーは、人生そのもの学であると語った。欲望は満たされず、満たされたとしてもすぐに次の欲が生まれる。それを知った上で生きるとは、人生の構造を見抜いた上で、それでもなお意志を持って生きるということだ。つまり、現実の不完全さを責めるのではなく、それごと受け入れるという姿勢である。人生を引き受けるとは、過去の決断を受け入れることでもある。あの時、間違えたと思っている選択も、あの時の自分には最善だった。知識も経験も不十分だった中で、自分なりに選んだ道だった。それを否定すれば、過去の自分を否定することになる。そして過去の自分を否定すれば、今ここにいる自分自身まで薄まってしまう。すべての道が、今の自分に通じていたと理解すること。それが人生を引き受けるということだ。そして、この覚悟には一つの副作用がある。それは、他人を責めることができなくなるということだ。誰かのせいにしない生き方を選んだ者は、他人の未熟さや失敗にも寛容になる。自分だってそうだったと思えるからだ。だから、人を許す力も育つ。不思議なことに、自分の人生を真正面から受け入れた人間だけが、他人に対しても誠実になれる。逆に、自分の人生に不満を持ち続けている者ほど、他人に厳しくなる。それは、自分の痛みを外にぶつけるしかないからだ。人生を引き受けるとは、未来の責任も自分に課すということ。これから何を選び、どう生きるかも、自分にしか決められない。だからこそ怖い。誰も助けてくれないという恐怖。だが、その孤独の中にこそ、本当の自由がある。誰の許可もいらず、誰の期待にも応える必要はない。自分のためだけに、自分の人生を設計する。それができるようになると、人生は静かに輝き始める。そして気づくはずだ。何か特別な出来事が起きる必要はなかった。人生を変えるのは、いつだって自分の意思だけだったと。人は何歳からでも、何度でも人生を引き受け直せる。50歳でも、60歳でも、遅すぎることはない。大切なのは、他人の価値観ではなく、自分が自分に対してこれでいいと言えるかどうか。それができた人は、静かに、しかし確実に世界を変えていく。覚悟とは、大きな声で何かを宣言することではない。毎日を誠実に選び取る、小さな決意の積み重ねだ。一歩一歩、自分の足で歩くという姿勢そのものが、人生に意味を与えていく。その積み重ねの先にしか、本当の幸福は存在しない。それを知った者は、もはや表面的な幸運を追いかけることはしない。深く静かに、自分自身の人生を生き始める。心のノイズを断てば、人生の本音が聞こえてくる。現代社会に生きる人間の最大の病は、外の声が多すぎることだ。情報は膨大に流れ込み、他人の意見が常に頭の中を占拠する。あの人の成功、SNS での誰かの幸せそうな姿、世間の常識、流行の考え方、気がつけば、自分の本当の声がどこかへ追いやられている。そのまま年齢を重ねると、人生の終盤になってようやく気づく。これは自分の人生ではなかったと。この錯覚から脱するには、
まず心のノイズを断たなければならない。人生を豊かにするには、知識や技術の習得よりも沈黙の時間が先だ。沈黙とはただ音がないことではない。心の中にある他人の声を一度すべて手放す時間のことだ。テレビを消し、スマートフォンを閉じ、SNS を遠ざけ、誰の意見にも触れない時間を持つ。そしてその静寂の中でじっと自分の内側を見つめてみる。最初は不安が襲ってくる。空虚さや退屈、取り残されたような感覚。だがそれらはすべて通過点だ。ノイズを断って初めて人生の本音が聞こえてくる。人間は本来直感的な存在だ。頭で考えるよりも先に感覚で真理に気づく力を持っている。しかしその直感は余計な情報によって麻痺する。年齢を重ねるほどその麻痺は深くなる。誰かの正解に従う癖がついてしまっているからだ。だが人生において本当に重要な決断は他人の正解からは決して導き出せない。それは自分だけの正解でなければならない。心のノイズとは他人の価値観だけではない。過去の失敗、将来への不安、自己否定、焦り、こうした思考もまた内側から発せられるノイズだ。例えばもっと稼がなければ、もっと人に認められなければという焦燥感。これらは本当に自分の願いだろうか、それともどこかで刷り込まれた幻想ではないか。静かに問いかけてみれば自分の本心が違うと囁くはずだ。だがその囁きはかき消されやすい。だからこそ意図的に静寂を作る必要がある。本音とは普段の生活の中ではなかなか姿を現さない。それは深く潜っている。しかし本音に触れなければどれだけ努力しても虚しさが残る。なぜなら本音に従わない人生は自分に嘘をつき続ける人生だからだ。自分の感情に正直になれとよく言われるが、それは感情を爆発させることではない。沈黙の中で丁寧に本当はどうしたいのかを見つめること。そこに本当の意味での自己信頼が育まれる。静寂の習慣は最初は難しい。だが慣れてくると自分でも驚くほど心がクリアになる。判断がさえ、余計な不安が消え、必要な情報だけが見えてくる。そして自分にとって本当に必要なものとそうでないものの区別がつくようになる。人生は選択の連続だが、そのすべての基準を心の静寂から導き出せるようになると道はおのずと開けてくる。ショーペンハウアーは言った。人間は孤独でなければ自己を深く理解することはできない。この孤独とは単に人がいない状態ではない。社会的な喧騒から離れ自分の真実と向き合う時間のことだ。この孤独の時間にノイズは消え、ようやくこれは自分の人生だと言える確信が生まれる。人生における最大の裏切りは他人から受けるものではない。自分が自分を裏切ることだ。その裏切りは小さなノイズの積み重ねから始まる。だからこそそのノイズを排除し自分の本音に耳を澄ませることが人生の転換点になる。他人の評価も社会の物差しも全てを一度置いて自分の声に耳を傾ける。その習慣が身についた時、人は本当に自分を生き始める。それは50歳からでも60歳からでも遅すぎることはない。過去に縛られるな。今こそ物語を書き換えろ。50歳を超えた瞬間、多くの人が振り返りを始める。あの時違う選択をしていれば、もしあの失敗がなければ、もっと努力していれば、もっと我慢していれば、自分の人生は変わっていたかもしれない。だがその思考こそがこれからの人生の足を引っ張る最大の穴だ。過去は確かに事実だが、それは完了した出来事であり、もはや変えることはできない。だがその意味は今からでも書き換えられる。そしてその意味の変化こそがこれからの人生を根本から変える力を持っている。人は無意識のうちに自分の過去に物語を与えている。成功者は苦労があったから今があるといい、不遇な人はあの出来事が全てを壊したという。だが同じような経験をしてもその解釈は人それぞれだ。つまり過去そのものよりもそれをどう解釈するかが人生を決める。過去にどんな失敗があったとしても、それを無駄だったと決めつけた瞬間に自分の成長は止まる。逆にあの痛みがあったからこそ今の選択ができると再定義したとき、過去は財産へと変わる。50代は自分の人生を俯瞰してみることができる年代だ。若い頃には見えなかった点と点が線でつながる。しかしそれを単なる後悔に変えてしまうか、未来への地図に変えるかは自分次第だ。誰かに評価される必要も誰かに許される必要もない。自分が自分をどう認識するかが全てだ。過去を捨てる必要はない。だが過去に支配される必要もない。たとえ過去がどれほど苦しく恥ずかしく悔しいものであったとしても、それがだからこそ今の自分があると言える日が来たなら、それは真の意味で自分を受け入れたということになる。人は完璧ではない。むしろ不完全であるからこそ物語が生まれる。そしてその物語は
自分で書き換えることができる。書き換えには勇気がいる。自分の傷を直視することになるからだ。被害者でいた方が楽だ。あの人のせい、環境のせい、運のせいにしてしまえば自分は何もしなくて済む。だがそのままでは人生の主導権を他人に明け渡したままだ。物語を書き換えるとは過去に責任を取ることではない。過去の意味を自分の手に取り戻すということだ。例えば長年勤めた会社を理不尽に解雇された経験、それを人生の終わりと捉えるのか、自分の本質に立ち返る機会だったと捉えるのかで、その後の人生は全く違う展開を迎える。前者は怒りと喪失に支配されるが、後者は再生の力を得る。過去を祝福するとは過去を美化することではない。そこに意味を見出し、これからの選択を正当化する土台に変えるということだ。物語を変えるとは自分のストーリーを誰かの言葉ではなく自分自身の言葉で語るということだ。それは肩書きでも肩越しの視線でもなく、自分の声で自分の真実を話すということ。その時人は初めて自由になる。他人にとっての失敗が自分にとっては革命だったと気づけるようになる。どんなに長く生きても、どんなに遠回りをしても、今からでも遅くないと心から言える人は人生を前に進められる。もう一度問いたい。過去をどう定義するかは自分が決めていい。誰もその解釈を強制することはできない。そしてその解釈の変化が人生の軸を揺るがすほどの力を持っている。だからこそ過去に怯えず自分の言葉で人生を語り直せ。50歳を超えたからこそできる生き方の革命がそこにある。他者に委ねるな。自分の人生を自分で所有せよ。年を重ねるほど人は自分の人生が思い通りにならない理由を他人のせいにしがちだ。上司のせい、配偶者のせい、家族のせい、時には子供のせい。確かに他人の影響で心が乱されることはある。しかし何歳になっても自分の人生を他人の言動や期待に左右されているようではいつまでたっても自由にはなれない。ショーペンハウアーは人間の不幸の根源は他人の評価に執着することだと断言した。この言葉の本質は他人に自分の価値を決めさせてはならないという警告だ。他人に認められなければ存在価値がないと感じてしまう生き方は奴隷と何ら変わらない。自分が何者であるかは自分が決める。それを他人に預けた瞬間、人生の主導権を失う。他人との関係はあくまで補助輪のようなものだ。支えになることはあるが、それがなければ生きていけないという状態は危うい。誰かに頼ることと誰かに依存することは違う。前者は一時的な支えであり、後者は生きる軸を他人に明け渡している状態だ。そして依存は必ず裏切りや失望を生む。なぜなら他人は自分の期待通りには動かないからだ。本当の意味で成熟した人間とは外的な評価や人間関係に振り回されない人だ。一人でも自分の価値を信じ、孤独の中にも意味を見出すことができる。孤独に耐えられる力は精神的な自立そのものだ。誰にも認められなくても、誰からも必要とされなくても、それでもなお自分には意味があると思えること、それが他者に支配されない人生の核心である。人は無意識に他人の目に最も深く支配されている。今日の行動、選択、言葉の多くがどう思われるかによって決まっている。しかしそれを一つ一つ手放すたびに人生は軽くなっていく。他人にどう思われようと自分の信じる道を進む。その姿勢が最終的に本物の信頼と尊敬を呼ぶ。家庭でも同じだ。家族という言葉は時に人間関係の不健全さを正当化する言い訳として使われる。家族だから仕方ない、親だから我慢しなければならない。その言葉の裏で多くの人が自己犠牲に陥っている。だが血のつながりがあっても尊重し合えない関係に身を置き続ける必要はない。健全な家族関係とは強制ではなく相互の敬意によって成り立つものだ。そして人間関係において最も重要なのは境界線だ。距離感を誤れば良好な関係も一瞬で壊れる。近づきすぎれば干渉になり、離れすぎれば冷淡になる。大切なのはお互いが自立した上で関係を築くことだ。助け合うことと相手に生き方を委ねることは違う。自分の人生は自分で責任を持つこの意識がなければ成熟した関係など築けない。他人に振り回されない人生とは他人を拒絶することではない。むしろ心の余裕を持って関われるようになるための前提条件だ。誰かに嫌われることを恐れず、誰かに期待されなくても凛と生きる。この真の強さがあるからこそ本当の意味で他者を大切にできる。50歳を超えた今、人生の軸を自分の手に取り戻すべき時が来ている。長年積み重ねてきた他人の期待や社会的役割を一旦脇に置き、自分は何に喜びを感じるのか、自分はどう生きたいのかという問いを真正面から見つめ直すことだ。その答えは他人の中にはない。雑音を消し、自分の内側に沈み込み、静かに聞こえてくる声こそが真の道しるべになる。どれだけ外の世界が変化しても、
その声だけは自分の中に生き続けている。だからこそ自分にだけは嘘をつかず、自分の人生を誰かの所有物にしないという決意が必要だ。この覚悟があって初めて人間関係も人生も自分らしく自由に選び取ることができるようになる。人生は他人の思惑に合わせて歩く道ではない。自分の足で、自分の速度で、自分の意志によって進む道なのだ。静けさの中にこそ人生の答えはある。多くの人は外の世界に意味を求める。仕事の成果、他人からの評価、目に見える成功、あるいは誰かとの関係性。しかしそれらは全て移ろいゆくものであり、絶対的な安心にはつながらない。ショーペンハウアーはその本質を見抜いていた。彼が一貫して重視したのは内面の平穏、すなわち静けさの価値である。この静けさとは単なる音のない状態ではない。欲望に引きずられず、外界の喧騒に動じず、他人の目や時代の流れに心を乱されることのない精神の真の落ち着きだ。静けさのある人生には説明できない深い満足がある。誰に見せるわけでもないが、確かに満ちている感覚。それは物質的な豊かさとは異なる精神の成熟によって得られる境地だ。年を重ねれば重ねるほどこの静けさの尊さが身に染みてわかってくる。若い頃は常に刺激を求め、何かを得ようとすることで生を感じていた。だが50歳を過ぎる頃には気づく。本当に豊かな人生とは何かを追い求めることではなく、すでにあるものの中に静かに身を置くことなのだと。静けさの中では過去の後悔も未来の不安も消えていく。ただ今この瞬間だけが清らかに存在している。この感覚を得るためには外の世界との距離を取ることが必要だ。情報にまみれ、常に他人と比較し、時間に追われる生活では心の奥底に沈んだ本音の声を聞く余裕など持てない。だからこそあえて立ち止まる時間を持つこと、朝の光の中でただ深呼吸をすること、誰にも干渉されない時間に湧き上がる思いを言葉にしてみること、この小さな営みこそが自分を取り戻す確信になる。静けさを重んじる生き方は社会的には目立たない。派手な成功も誇示すべき実績もないかもしれない。だがそこには静かで揺るがぬ誇りがある。他人に振り回されず、自分を失わず、自分の呼吸で生きているという実感がある。この生き方は退屈でも逃避でもない。むしろ最も深い勇気が必要な選択だ。孤独を恐れず、他人の目から自由になり、何かを証明する必要すらないと理解するには長い年月と内省がいる。だが一度その境地に立てば、もはや不安に支配されることはない。静けさの中には嘘がない、飾らない、奪わない、争わない、そのままの自分がいる。そこには人生の最終章にふさわしい安定と解放がある。ショーペンハウアーは孤独と静けさを人生の贈り物と見ていた。それは社会や他人と距離を取ることではなく、外界に依存せずとも満たされる精神の完成型だった。この思想は老いを否定するどころか、老いの中にこそ輝きを見出す道標となる。そして今私たちもまたこの静けさと共にある生き方を選ぶことができる。急がなくていい、競わなくていい、見せなくていい。ただ自分の中に静けさを育て、その中で呼吸し味わうこと、それこそが人生の最終盤にふさわしい成熟であり、自由の証なのだ。人生を変えるとは大きなことを成し遂げることではない。静けさの中に止まり、自分という存在と真に向き合うこと、その小さな革命こそが最も確かな変化である。自分自身の主人として生きよう。50歳を超えたあなたにとって人生は今新たな段階に入った。前半で築いてきたもの、背負ってきたもの、失ってきたもの、そのすべてを静かに受け止めながら、後半は全く異なるルールで生きる時だ。若さは勢いで進む。だが成熟には選別が必要だ。あらゆる情報、人間関係、欲望、義務の中から何を残し、何を捨てるかを選び取らなければならない。ショーペンハウアーの教えは常に明確だった。本当の幸福は他者に評価されることではない。他者との関係にしがみつくことでもない。外部の刺激に一喜一憂せず、自己の内面に静けさを築いた者だけが真の平穏と自由を得るのだと。人生とは自分の内面との関係を磨き上げる長い道のりだ。自分を知らずに生きてきた者は常に外に答えを求める。だが外には永続する解などない。今日の称賛は明日の批判に変わる。今日の関係は明日音もなく消える。だからこそ自分の中に居場所を作れ。誰にも見せなくていい。誰にも説明しなくていい。ただ静かに穏やかに自分の思考を耕す時間を持て。この境地は逃避ではない。戦いを経た者だけがたどり着ける境地だ。孤独を受け入れ、失望を味わい、裏切りにも耐えた者だけが最後にたどり着ける場所なのだ。もう他人に証明する必要はない。他人には勝ってもらう必要もない。あなたの人生はあなたが最も深く知っている。だから
もう一度自分を信じて歩き出世。目の前の静けさの中に答えがある。何もない時間に満たされている感覚がある。誰にも左右されず、ただ一人で立つこと。そこに自由がある。ショーペンハウアーが生涯をかけて伝えたことは、人間は本来孤独な存在だという現実だった。だがそれは悲劇ではない。孤独の中にこそ真の幸福がある。他者に依存しないということは、世界を敵に回すことではない。むしろ真に他者を理解し愛せる状態になることだ。自分の中に真を持つ人間は、誰といても流されない。誰に何を言われても軸がぶれない。だからこそ人間関係も長続きする。だからこそ人は尊重される。今あなたに必要なのは、人生を再設計する勇気だ。これまでの常識を手放し、新しい価値観で世界を見つめ直すこと。世間に言われた成功ではなく、自分が納得できる誇りを選ぶこと。誰かの理想像ではなく、自分が愛せる自分になること。もう過去に縛られるな。もう他人に惑わされるな。これからの人生はあなただけのものだ。時間は限られている。だからこそ1分1秒が輝く。この残された時間で何をするか、誰と過ごすか、どんな思想と共に生きるか、選ぶのはあなた自身だ。静かに自分の中に帰れ。そして誰よりも誠実に自分という存在の主人であり続けよう。